看護師の1ヶ月のスケジュールはこちらです。皆さんこんにちは、看護師のしきです。いつも温かいコメントたくさんありがとうございます。今日はですね、その中のリクエストにあった看護師の1ヶ月のスケジュールを公開しちゃいたいと思います。看護師を目指している方から結構看護師ってどういう生活してるのっていう質問がすごく届くんですよ。私も働き始める前は絶対夜勤あるけど夜勤があったらどういう生活になるんだろうとか結構不安だったんですね。なのでこれから看護師を目指す方たちの参考になれば嬉しいなと考えまして、私の1ヶ月のスケジュールをご紹介しますね。では早速スケジュールはこんな感じです。皆さんどうですかなんかよくわからないですよね。説明しますね。この日っていう漢字のところは日勤です。昼間の勤務ですね。で、夜が夜勤の入り、夜勤に行って働き始める日で、明けって書いてるのが夜勤で働き終わって帰る日のことですね。私は2交代でしか働いたことがないんですが、2交代の場合は朝8時半から5時までの日勤と4時半から9時までの夜勤に分かれます。この2つの種類だから2交代なんですね。病院によっては勤務時間が結構変わったりとか、あとロング日勤といって日勤だけどちょっと長いやつとか、早番って言ってみんなよりちょっと早く来る時や、遅番って言ってみんなよりちょっと遅くまで残っているというシフトの時もありますね。なので結構病院によって違うので、もし気になる病院があったらどういうシフトなのか、どういう勤務体系なのか確認してみるといいですよ。2交代の他には3交代っていうのもあるので、今度2交代と3交代についての違いも動画にしますね。改めてスケジュール見てどうですか？こんな感じで規則的じゃ全然ないんですよ。土日休みでもないし、もうさすがにこの1ヶ月のシフトを覚えることはできないので、カレンダーのアプリとか手帳とかが看護師はマストアイテムになりますね。で、他には夏休みとか、あと年末年始の休みとか、そういう時はもう少し長く休みを取れたりします。基本的に休みの日は希望給ということで、だいたい3日から5日ぐらい、出すことができます。なのでお休み希望の時はそのお休み希望のノートに書いて、そうすると市長さんとかがそれを考慮してシフトを作ってくれますね。だいたい前の月の10日ぐらいがそのお休み希望の締め切りで、その月の末ぐらい結構ギリギリにシフトは出ます。なのでなかなかシフトが出るまで予定組みづらいっていうのは結構大変ですね。慣れですねなので結構月末に予定がわかるので、もうだいたい希望給でお休みを申請して月末でシフト出たらそのシフトが出た月の予定を立てるっていう感じですね。だから結構シフトってなんかパズルみたいな感じで、例えば土曜日とか日曜日とかにお休み希望が多い場合はね、どうしてもやっぱり勤務する人数も必要なので、そこで市長さんにちょっとその日は出てくれないって相談されたりとかはしますね。で、一応勤務時間っていうのは決まってるんですけど、その時間にぴったり帰れるかっていうとその日の忙しさ次第なので、どうしてもちょっとバタバタバタってしちゃう時は夜遅くなっちゃう時もありますし、でも逆に今日はみんなで時間通りに終わらそうっていう時はもうみんなで頑張ろうっていう感じで終わってない人の手伝ったりとかして頑張って早く帰ろうっていう時もありますね。日勤の仕事は基本的に夜勤さんに残さないっていう暗黙のルールもあるので、なるべく日勤の仕事は日勤のうちに終わらせるようにみんなで頑張ります。っていうのも夜勤さんはもう夜勤の仕事だけでもたくさんありますし、人数が少ないので負担にならないようにみんなで協力してやる感じですね。4月から働き始める新人看護師さんは基本最初は平日勤務からですね。平日勤務から始まって仕事をどんどん覚えて、次に休日勤務、人がちょっと少なくなるので患者さんを担当する人数も増えるので次に休日勤務、そしてそこで仕事も大丈夫だなってなったら夜勤っていう流れになるのが多い印象ですね。夜勤に入る月っていうのは病院によって本当様々で、私は結構早くてもう5月には入ってたんですよ。もうどんどん早く入ろうっていう病院でしたね。
でも友達によっては夏っていうところもあったし、あともう年を超えて2月とか3月っていう病院もあるようなので、そこも病院によって違うようです。最初はもちろんものすごく夜勤緊張したんですけど、私は結構夜勤が好きで、その理由は朝寝られるんですよ。日勤の勤務って、だいたい情報収集っていう患者さんの情報を事前に調べなきゃいけないので、結構早く行かなきゃいけないんですね。そうすると家を出る時間も早くなるじゃないですか。でも夜勤って午前中寝てられるので、私はもうそれだけで幸せなので夜勤があるから逆に仕事できてるっていう感じありますね。だから例えばこのシフトだと日勤が3連続あるじゃないですか。だからこの月の私の正念場はこの3日間で、この3日間いかに疲れをためずに過ごすかがシフトを見て考えることですね。あと例えば明けやすやす入りってあるじゃないですか。となると明けってだいたい9時とか10時、だいたいなんだかんだ言って11時ぐらいになったりするんですけど、そっから2日休みでさらに夜勤の午前中も空いてるじゃないですか。なのでちょっと休みが2日よりちょっとだけ長いの分かります？だからこういう時はもうどっか行っちゃおうかなって、旅に出ようかなとか考えたりしますね。こうやってシフトを見ながら1ヶ月どうやって過ごすかっていうのを考えます。なので休みの日はどういう予定を入れようかなと思って結構ワクワクするので、シフトが出るのは結構毎月楽しみですね。あとですね、自分のその勤務の日程だけじゃなくて誰と一緒かというのも結構大事で、夜勤とか人数少ないじゃないですか、看護師のスタッフが。なので結構誰と一緒かによってその夜勤の空気感が変わるんですね。なので誰と勤務が一緒かっていうのももうめっちゃ見ちゃいますね。シフト制になるとやっぱり休日とか決まってなかったりとか生活リズムが変わってきたりするので、やっぱりメリットとデメリットっていうのは出てきちゃうんですよね。なので私が考えるメリットデメリットをここでご紹介したいと思います。メリットその1は平日に自由な時間があること。平日に結構動けるっていうのは大きくて、例えば土日に混んでるお店とかに行けたりとか、銀行とかその平日にしかやってないところの用事とか済ませることができるのは便利です。なので結構新人の頃は平日でディズニーランドみんなで行ったりとか、平日休みならではをすごく堪能しています。平日休みはカフェとかも空いてるので私は結構気に入ってます。あと夜勤はですね、夜勤手当がつくですね。このシフトだと6回の日で、だいたい平均5回ぐらい、それも病院とかその月の休みの希望だったり、その病棟の人数とかによって結構変わるんですけど、夜勤手当がつくので夜勤はそんなに悪くないなっていうのはありますね。給料の動画でもお話ししたんですが、夜勤手当は結構大きいので夜勤やる分お金は入ってきますねあと私みたいな朝が苦手な人は毎回早起きしなくていいっていうのがすごくいいです。もう月曜日から金曜日まで朝日勤だったらもう私多分木曜日あたり絶対寝坊しちゃう朝起きれないんですよ。3日連続ぐらいの日勤だから頑張れるとかありますね。ただたまにシフトの関係で5日勤とかもあるので、そういう時はもういかに夜疲れをためずにもうすぐ寝るかとかやってますね。なのでシフトがこうやってバラバラだからこそ毎回早起きしなくて済むっていうのはいいところかなって思いますね。次にデメリット。デメリットはですね、生活が不規則なのでちょっと体調管理が難しいですね。慣れます。究極慣れます。慣れるっていうのは夜勤明けとかにどうやって過ごせば体調を保てるかなっていうのがだんだん分かってくるので慣れてはくるんですけど、やっぱりどうしても不規則だと生理不順になっちゃったりとかあるので、早起きしなくていいってメリットはあるけれども、やっぱり規則的な生活リズムっていうのは体にとって大事なのかなって思う時はありますね。あとデメリットその2はですね、直前にならないと予定がわからないっていうのは結構大変ですね。シフト制なのでお休み希望を出した以外の日がどうなるかわかんないんですね。日勤になるかもしれないし、夜勤入りか明けかによっても変わるじゃないですか。
例えばお友達に誘われた時とかシフトが出るまでわからないので、なのでなかなか約束しづらいっていう時はありますね。もう本当にそのギリギリまでシフトが出ないっていう時もあるので、なかなか予定立てづらいんですよね。なのでもう結構決まってる場合はあらかじめ希望給として出すとか、仕事も大事だけど遊んだりリフレッシュも大事なので、そういうのを工夫してやったりしますね。あとですね、不規則なので曜日が固定されたそのイベントとかに参加できないんですよ。例えば習い事とか社会人サークルとか、何曜日何時からっていうのを毎週やってるのには参加できないんですね。なので私結構楽器とかが好きだったので習いたいのがあったんですけど、そういうのって曜日が固定されてたりしたので、最初はそれは残念でしたね。ただ最近は月額制で好きなだけ行けるフリータイムみたいなやつも増えてきてるので、前よりはだいぶいろいろ通いやすくなったなっていうのはありますね。どうしてもシフト制というかお休みの曜日が決まってないので、メリットとかデメリットとかどうしても出てきちゃうんですけど、働いていくうちに自分はどうやって過ごそうかなとか、どうやって過ごしたら楽しいかなっていうのがだんだん分かってくるんですよ。お休みの使い方でこうやったらお休みを充実できるっていうのがだんだん自分の中で分かってくるので、そういうのを見つけるのも楽しかったりします。どうしても最初はね、なかなか慣れない生活リズムで結構いっぱいいっぱいになっちゃうこともあると思うんですけど、慣れるとこの生活リズムも悪くないかな、でもちょっと夜勤はずっと続けるのは大変かななんて思ったりして過ごしてますね。私の場合はもう動画作れる時間があれば結構充実してるなっていう感じですね。なのですごく最近引きこもりが加速してるので、なんかおすすめスポットとか外に出て楽しいこととかあったら教えてくださいそれでは今日の動画は以上になります。皆さん看護師の1ヶ月どうでしたか？病院はたくさんあるので、その一つの例にしかならないんですけど、それでもなんかこういう生活しているんだっていう参考などなれば嬉しいです今日も動画見てくださってありがとうございます。この動画が面白かったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。動画の参考にさせていただいたりとか、皆さんのコメントにたくさん励まされているので、ぜひコメントも書いてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。